ハリソン・フォードは1942年シカゴ生まれの俳優で、世界で最も興行収入を上げている俳優の一人です。ハンソロ、インディ・ジョーンズ、リック・デッカードなど数々のキャラクターを生み出し、ハリウッドの生きる伝説とも言われています。今日はそんな彼のエピソードを20個紹介します。ハリソン・フォードは俳優として成功する前、プロの大工として生計を立てていた。実際にジョージ・ルーカスやフランシス・フォード・コッポラの自宅の改装も手掛けていた。この大工の技術は今も健在で、時々自宅の修理や改装などを自分で行っている。大スターとなるきっかけだったスター・ウォーズのハンソロ役はオーディションを受けるつもりはなかった。ルーカス監督のオフィスで大工仕事をしていた時、オーディションの相手役として台本読みを頼まれ、その本読みの演技がルーカスのイメージ通りだったことで役を掴んだ。スター・ウォーズ帝国の逆襲でレイア姫の愛してるわに対する名台詞知ってるさはフォードのアドリブだった。台本では僕も愛してると返す予定だったが、彼のアドリブが映画史に残るシーンを生んだ。インディ・ジョーンズのトレードマークでもある顎の傷は、フォードが若い頃に起こした自動車事故によるもの。最後の聖戦では、若きインディが無知の練習で負った傷として、巧妙に物語に組み込まれた。今では名作として評価されている、ブレードランナーだが、当時は商業的に失敗している。また、撮影中、フォードは自身の役柄について、監督と意見が対立していた。特に後から追加されたナレーションには否定的で、後のディレクターズカット版では、そこは削除されている。撮影終了後に彼は、リドリー・スコット監督を殴ろうと考えていたが、プロデューサーに止められ、思いとどまっている。彼は、航空機とヘリコプターの2つの操縦資格を持つ、プロのパイロットである。彼が住んでいるバイオミング州では山岳救助隊のボランティアとして飛行活動し、2000年にテーブルマウンテンで脱水症状になった20歳の女性を助け、翌年にもイエローストーン国立公園で迷子になった13歳のボーイスカウトの少年を救助している。国際自然保護団体コンサベーション・インターナショナルの副会長として長年環境保護活動に取り組んでいる。バイオミング州の広大な牧場では自然保護を実践し、森林保護のための CM にも出演している。また、長年の自然保護活動を称えて、1993年、雲学者が雲の新種にカルポニア・ハリソン・フォーディと名付け、2002年には昆虫学者がアリの新種にフェードル・ハリソン・フォーディと彼の名を付けている。フォードは危険なスタントも自分で行うことで有名で、魔球の伝説では背中を負傷し、撮影が一時中断。フォースの覚醒ではミレニアム・ファルコンのドアに挟まれ、足首を骨折するなど、数々の怪我を経験している。最後の聖戦でのショーン・コネリーとの共演は、フォードにとって特別な体験だった。撮影開始前、伝説的な007俳優のファンでもあった彼は、共演に緊張していたが、撮影が進むにつれて打ち解けていき、飛行船のシーンでは暑さのため、二人で一緒になって撮影では見えない下半身はズボンを履かずに演技をしていた。1999年10月、彼はヘリコプター免許を取得するための訓練中に墜落して横転した。幸いにもフォードと教官パイロットに怪我はなかった。2015年3月、彼が所有している第二次世界大戦時代の飛行機を操縦中にエンジンが停止し、近くのゴルフコースに緊急着陸を行った。着陸する際に樹木に衝突し、フォードは骨盤と足首を骨折、頭部に裂傷を負ったが、地上にいた人に被害はなかった。1990年代、フォードは車や携帯電話など日本のテレビ CM に出演していた。その中でも、キリンのラガービールの CM はシリーズ化されており、伊藤四郎や唐沢寿明、中山美穂に菊池桃子と共演している。最初の結婚は1964年でメアリー・マーカードと結婚し、1979年に離婚した。二人の間には二人の息子がおり、長男のベンジャミンはカリフォルニア州にあるレストラン、フォードズフィリングステーションのオーナーシェフとして知られている。彼はメディアや料理本でも取り上げられ、父と一緒に料理イベントに登場することもあった。フォードの2度目の結婚は映画 E.T. の脚本家で有名なメリッサ・マシスンで1983年に結婚し、2004年に離婚している。
キャリー・フィッシャーは2016年の時点、プリンセス・ダイアリストの中で1976年のスター・ウォーズ撮影中にフォードと3ヶ月間不倫関係にあったことを暴露している。数々の名作に出演し続けているにもかかわらず、アカデミー賞主演男優賞は受賞していない。さらにノミネートされたのは、1985年の刑事ジョン・ブック、目撃者の一度きりだった。フォードは考古学者、インディ・ジョーンズ役だけでなく、本当の考古学者の活動支援にも尽力している。彼は北米最高かつ最大の考古学関連団体であるアメリカ考古学協会の理事会で評議員を務めている。ジミー・キンメルライブというテレビ番組で彼はチューバッカとのコントを3回披露している。2011年はメイクルームにチューバッカが突然現れ、罵りながら部屋から追い出すというもので、2013年はフォードの元をずっとついて回るチューバッカを迷惑な態度で罵り、最終的にスタジオを飛び出すというもの。そして2015年にはチューバッカが自殺を考えて屋上にいるという設定で最終的にハグして和解するという話だった。2017年ブレードランナー2049で来日した時、丸1日オフの予定を立てていたにもかかわらず、当日は朝から大雨で遠出ができず、六本木のショッピングモールをぶらつくだけになり、高木美帆に写真を撮られている。共演者のシルビア・フークスとアナ・デ・アルマスは雨にもめげずに原宿を歩き回り、ショッピングを楽しんでいた。80代になった現在でも現役を続けているが、出演作品は厳選している。多くの日本のメディアでは完全引退を表明と報じているが、海外での最新の報道ではまだ引退は考えていない。良い脚本があれば続けたいといった発言も確認されており、テレビドラマやウイスキーの CM 出演など精力的に活動を続けている。今日はハリソン・フォードに関するエピソードを紹介してきました。よかったらいいねボタンを押してチャンネル登録をお願いします。また次回もお楽しみに。